J Channel 皆さんこんにちは。 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり旅日記は小松お旅祭りと曳山子ども歌舞伎の様子をご紹介したいと思います。ゴールデンウィークも明けたその翌週5月の12から14にこのお祭りは開催されました。はい、ということで最初にやってまいりましたのはこちら小松曳山交流館みよっさでございます。このみよっさという言葉は小松の言葉で何々しようよという方言なんですね。そしてみよっさとはもう一つ何々を見ましょう見ようっていう意味合いが込められております。で中にはですね曳山の常設展示だとか舞台などもね設置されております。そして商店街中央では獅子舞が披露されておりました。ちなみにここの商店街は三日市商店街といいましてこの日はちょうどですねちょんまげマーケットが開催されておりましてキッチンカーや出店などがね軒を連ねておりました。でこの人だかりは何かなと思ってよく見ますとアート工房でした。ワンちゃんのオリジナル T シャツやそれからこちらはですね長方形をした小さな畳ですね、こちらも販売しておりました。さらに歩みを進めていきますとこちらジャムの自動販売機なんですよね。これはなかなか珍しいですよね。でこのジャムの販売元はそのお隣小松町屋文庫といいまして、古本カフェなんですね。商店街をぶらぶら歩いておりますと曳山子ども歌舞伎の上演時間が近づいてきましたのでそちらの方へ移動いたしました。するとすでに満員御礼でございました。ではここでこのお旅祭りと曳山子ども歌舞伎の歴史について簡単に触れてみたいと思います。お旅祭りは1640年頃隠居した前田利常が暮らす小松城へ宇橋神社と元織日吉神社の神輿が城門前へ赴き前田家の平穏と武運が長く続くことを記念しそれぞれのお旅所や氏子の住む各町を渡御して回ったことが始まりと言われております。またお旅祭りの名前の由来ですが神輿が氏子町内を練り歩くことを旅するといったところからお旅祭りと呼ばれるようになりました。次に曳山子ども歌舞伎の方ですがこちらは時代が下って1766年近江長浜の曳山を模して作られたと言われております。最初は簡単な移動式舞台のようなものでしたが1776年長浜より古い曳山を買い受けることとなり小松の大工たちによって改良され原型をとどめないほど小松独自の形に仕上げられ現在の香炉式の曳山が作られるようになりました。この曳山はもともと10基あったのですが、残念なことに2度にわたる昭和の大火により松東町と東町のものは焼失し現在は材木町、西町、京町、龍介町、中町、寺町、大文字町、八日市町の8基になっております。ここ大文字の曳山では喜一方言三略の巻今出川菊畑の場が上演されておりました。なおあらすじについては URL を貼り付けておきますのでそちらをご参照ください。では今しばらくは子ども歌舞伎の演技をお楽しみください。集中に旅は心を合わせ
最後は各役どころ見を切るシーンでございます。ではどうぞ。子ども歌舞伎を鑑賞した後は小松駅前へ戻ってまいりました。こちら市民公園で行われておりますのは小松グルメマルシェでございます。キッチンカーが8店舗、テントブースは9店舗の合計17店舗でございます。はい、その中からですね、僕が最初に向かいましたのが、ずっと歩いていきましてね、地元の酒屋さんでございます。こちら加越酒造のテントで地酒である加賀の月を購入いたしました。で、加賀の月に合わせますのがこちら割烹寿司米八さんの押し寿司でございます。で、接客には小さな若女将が対応してくださいました。で、その後おかみさんにね、袋に詰めていただきまして準備完了でございます。はい、こちらが割烹寿司米八さんの関所寿司、それから、加越酒造さんの加賀の月でございます。はい、2つあるとね、食欲がそそられますね。この米八さんなんですが、小松駅から徒歩で10分、小松城の近くに店舗を構えていらっしゃいます。知る人ぞ知る、非常にこの有名なお寿司屋さんでございまして、当チャンネルの方でもですね、何か機会があればですね、そちらでお食事などと考えておる次第でございます。はい、ということでもうね、すぐお酒飲んじゃってますね。はい、はい、では改めましていただきます。この押し寿司なんですけどもね、小松空港などではこれね、お土産とかですね、普通にお弁当という形で、販売されておりますね。これをね見かけた方もね、おそらくは多数いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、はい、やっぱりね、外でいただくこのお寿司というのがですね、また絶品でございますね。そしてこの加賀の月、これとのマリアージュ、相性も抜群でございます。それとですね、この加賀の月、これはですね、いろいろなバリエーションがございまして、満月、半月、三日月などといった銘柄が多数取り揃えられております。これね、全般的に言えることなんですけども、非常にね、口当たりがですね、さっぱりとしておりますね。はい。で、非常に飲みやすいです。それからこれはですね、やっぱり食中食といった方が良いでしょうかね。お食事をいただきながら飲むお酒、という感覚でも良いんじゃないかなと思います。はい、プラスチックのナイフを使いましてですね、少し大きめのお寿司はこのように切って、いただくことができるんですね。ですからね、これ使わないとですね、ものすごく大口上げてね食べちゃうことになりますのでね、はい、僕なんかはこのナイフでねちょっと一口大に切っていただくようにしております。最後はガリをいただきましてですね、最後の一粒もいただきまして完食でございます。いやー、美味しかったですね。ごちそうさまでした。2食目は初めから決めておりまして、航空自衛隊小松基地のカレーでございます。これを食してみようと思いましてね、行ったところ残念ながら完売御礼でございました。
で、次にですねやってまいりましたのがこのヤマメの塩焼きでございます。こちらをですね購入しまして、先ほどの加賀の月と一緒にいただこうという作戦でございます。これね何も考えずにねパクッと尻尾の方からですね食べちゃいましてね。で食べた後にしまったと思ってね、全体の映像撮る前にねもう食べちゃってたんでね。でね、尻尾のあたりがですねお塩がやっぱり効いててね美味しいんですよね。はい、もうねバク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 食いついてますね。はい。で、イワナをいただき終えたところで最後は加賀の月で締めるというパターンでございました。いやいずれもね美味しかったですね。ちょっと名残惜しみつつもう一度覗いてみますと、ご飯がもうそろそろ炊けるということでしたので、少しだけ待って、小松基地のカレーを購入いたしました。はい、こちらが、航空自衛隊小松基地のカレーライスでございます。はい、このカレーですけども見た感じですね少し赤みかかった色合いでしたね。では実食でございます。口に運びますと最初の印象がですね、トマトのようなそんな印象を受けました。で、どちらかというと辛さの中でも酸っぱさというのが強調されているような気がしましたね。で辛さの方なんですが中辛といったレベルでしょうかね。辛いのが得意でないマスター J でも、美味しくいただけるそれぐらいの辛さでございました。これ半分ぐらいまで食べますとねほんのりとこう額に汗がにじんできましてね、体もね熱くなってまいりました。航空自衛隊っていうのはですね各基地ごとにオリジナルの唐揚げを提供しているらしいんですね。ですから今度はですねそちらの唐揚げの方をね食べてみたいなと思います。はい、ということで今回はですねお旅祭りとそれから引山子ども歌舞伎の様子をですねご紹介していったわけなんですけども、小松といえばですねこの他にも名所名物がございます。はい、こちらはですね、あたか住吉神社、こちらはですね難関突破の神社としても全国的に有名ですよね。それからですねこちらあたかの関でございます。あたかの関といえば歌舞伎勧進帳の舞台となったところでございます。それからですね、このあたかというのはですね北前船の寄港地でもございます。またこちら奥の方に行きますと勧進帳物語館がございます。いろいろなね、体験ブースとかもございましてね、十分楽しめる観光施設でございます。この動画をご覧の皆さんも石川県へお越しの際にはぜひ小松へ足を運ばれて勧進帳やそれから引山子ども歌舞伎のですね歴史、それから美味しいもの小松うどんもございます。これらもですね味わってみられることをお勧めいたします。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。